はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は10月4日にアナウンスされた10月上旬の Xbox ゲームパス配信予定の作品を紹介していきます。紹介する作品は海外配信の情報のためリリース日が1日ずれる可能性があることと、日本では配信されていない作品もありますが、地域設定を変更することでコンソール、PC ともに日本では配信されていないほとんどの海外配信タイトルを遊ぶことができます。ただし UBI ソフトコネクトに接続するゲームはプレイできません。設定方法は概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは Steam をメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにシバルリー2、中世を舞台としたマルチプレイ対戦アクション。最大64人のプレイヤーが2つのチームに分かれ広大な戦場でぶつかり合うゲームです。ゲームモードは拠点制圧などを目標とするチームオブジェクティブ、キル数を競い合うチームデスマッチ、参加者全員が敵のフリーフォーオールなどそれぞれに異なった特徴を持つゲームモードを楽しめます。ゲームは異種、前衛、歩兵、騎士といったそれぞれにユニークな武器と能力がある4種類の兵科と各クラスにある3つのサブクラスを使ってより多彩な武器の選択が可能になり、自分だけのプレイスタイルを選ぶこともできます。様々なゲームモードで中世の戦闘を楽しむことができるマルチプレイ対戦アクション。シバルリー2は10月4日配信日本語対応の作品です。メディウバルダイナスティ、中世が舞台の国家建設ライフシミュレーション。プレイヤーは戦争により全てを失った若者となってたどり着いた土地で工作や狩猟、牧畜などを行い村を築いていくリアル牧場物語が楽しめます。食料や水、疲労度を管理しながら自給自足の生活を送るサバイバル要素やスキルを磨いてキャラクターを成長させる RPG 要素などやりごたえは十分。少しずつ家を建て住民を他の町から勧誘して村を大きくしていくのが楽しく、四季の概念やキャラクターの寿命など時間の概念があり、家族を築き親から子へと子孫を残しながら自分の村を作り上げていくリアル思考のオープンワールドサバイバルゲーム。メディウバルダイナスティは10月6日配信日本語対応予定の作品です。ザ・ウォーキングデッド・ザ・コンプリート・ファーストシーズン。日本でも人気の海外ドラマウォーキングデッドを題材にしたアドベンチャーです。プレイヤーは殺人を犯した服役囚リー・エバレットとなってゾンビアポカリプスとなった世界で生き残った少数の生存者と共に物語を進めていくことになります。映画のような演出で展開していく本作はウォーカーと呼ばれるゾンビに支配されつつある世界で生き残るため安全な地を求めて旅をする物語。ゲームは気になった箇所を調べたり登場人物と会話をして進める物語重視のアドベンチャー。極限の状況下で繰り広げられる人間模様を描いた奥深いドラマが描かれます。本作は海外向けとしてリリースされ5つのオリジナルエピソードと追加エピソードの400 days が収録されており、ファーストシーズンで行った行動は追加エピソードに影響を与え、さらには400 days で行った行動はシーズン2に影響を与えていくことになります。また続編であるウォーキングデッドシーズン2も同日にゲームパスタイトルになる予定です。ザ・ウォーキングデッド・ザ・コンプリート・ファーストシーズンは10月6日配信日本語未対応予定の作品です。コスチュームクエスト、ハロウィーンをテーマにした単性 RPG。 ポップで可愛いデザインが特徴の本作は様々な装飾で彩られたハロウィンの夜、この街に引っ越してきたばかりの主人公レイノルドとレンを通して描かれます。主人公は2人のどちらかを選択して物語が展開。母親に友達を作るように促された2人は街に出て近所の家を訪ねることになります。しかしトリックアトリートでお菓子をもらうはずが出てきた住人は本物のゴブリンだった。兄弟の1人がゴブリンにさらわれてしまい兄弟にとってめんどくさい夜になってしまうといった物語。ゲームは全体的にコミカルに描かれており、ハロウィンのコスチュームを武器にさらわれた兄弟を取り戻すため母親そっくりの魔女が率いるモンスター軍団に挑む単性 RPG。 コスチュームクエストは10月11日配信日本語未対応予定の作品です。イービル
中世風なファンタジー世界を舞台にした人狼ゲーム。かつては平和だったものの殺人事件が横行することになるイービルの村。この村を舞台に村人と殺人を犯している犯人、人狼である共謀者、コンスピレーターとに分かれ、それぞれに異なる勝利条件の達成を目指すといった人狼系ゲームです。村人の勝利条件は共謀者を見つけ出し処刑すること。反対に共謀者は村人全員の殺害を目標とします。ゲームは村人と共謀者以外にそれぞれ特殊な能力を使える役職をランダムに与えられてスタートします。本作の特徴は人狼ゲームには珍しいコンテンツの豊富さで、自由に散策できる昼間に様々な行動を行うことができます。村人は自身の身を守るため、または共謀者を見つけるためにアイテムを使ったり役職の能力を使いゲームを有利に進め、さらには殺害された後も幽霊としてプレイすることもできます。一方、共謀者側も罠を仕掛けたり呪いをかけたり、昼間のうちに村人の家に侵入し直に殺害できたりもします。最大12人のマルチプレイで楽しめる一味違った人狼ゲーム。イービルは10月11日配信日本語対応予定の作品です。ダイソンスフィアプログラム。銀河を舞台に産業帝国を築き上げる SF シミュレーション。本作は宇宙や惑星の探検とアドベンチャー、そして工場の自動化などの要素を盛り込んだ作品です。科学技術の力は人類に新しい時代をもたらし、新世代のスーパーコンピューターが開発され、優れた人工知能と計算能力は人類をさらに進化させた遠い未来。プレイヤーは宇宙同盟コスモが立ち上げたプロジェクトを担当する宇宙エンジニアとして、人類がエネルギーを生産するために必要となるダイソンスフィアという巨大構造物を建設するという大事業を任されます。ダイソンスフィアを作るには一つの惑星だけでは資源が足りないので、新たな惑星を探索して開拓することも重要な任務になります。砂漠や溶岩などの様々なバイオームが広がる惑星同士をつないで資源を収集し、未知の構造物ダイソンスフィアを建造し、銀河一の工業生産帝国を築き上げる作品。ダイソンスフィアプログラムは10月13日配信日本語対応予定の作品です。スコーン。悪夢のような世界を進むホラーアドベンチャー。なんとも言えぬグロテスクなビジュアルが特徴の本作は、迷路のような薄気味悪い歪なステージ内を探索していく一人称視点のホラーアドベンチャーです。現段階ではあまり詳しいストーリー内容はわかりませんが、とにかく重苦しい空気が漂う悪夢のような独特な世界観やグラフィックが印象的。パズル的な要素や戦闘などの要素もあるみたいですが、敵との戦闘や武器などもこの世界観と同じように独特かつグロテスクなものばかり。かなり不気味な世界観なので人を選びそうな作品ですが、生々しく動くアクション、リアルに描かれたグラフィックや造形美はこの作品唯一無二なものになっているのではないでしょうか。スコーンは10月14日配信日本語対応予定の作品です。プレイグテイルレクイリエム。黒死病が蔓延する14世紀のフランスを舞台に若き兄弟の逃避行が描かれるプレイグテイルイノセンスの続編タイトルです。主人公の少女アミシアとその弟ユーゴが異端審問官とネズミという2つの脅威に狙われながらも幼い2人が過酷な逃避行を続けていくという物語。アドベンチャーゲームとしてのクオリティが高く、画面を埋め尽くすほどのネズミが動き回る様子や死者の遺体がそこら中に転がっているなどハードな描写はあるものの、ストーリーやグラフィック、ゲーム性も良く、一つの映画を見ているかのような没入感を味わえます。前作の物語のその後を描いた本作では、新たな地、活気のある都市を目指して遠く南方へと旅をする2人は、予言の島という島を舞台に前作でも印象的だったネズミの大群や新たな脅威から逃れるための冒険が描かれます。ステルスをメインとしたアクションや素材を集めて武器やアイテムをクラフトしていくといった要素に加え、少し大人になったアミシアはボウガンなどを扱い、新たな武器を使ったアクションも登場するみたいです。過酷な運命に抗う兄弟の絆を描いたストーリー。プレイグテイルレクイレムは10月18日配信日本語対応予定の作品です。はい、今回は10月4日にアナウンスされた10月上旬 Xbox ゲームパス配信予定の作品を紹介しました。10月15日に配信終了となる作品は、ブラッドルーツ、エコージェネレーション、イントゥーザピット、リングオブペイン、セーブル、グッドライフ、以上の6作品となります。
今後も Xbox ゲームパスの作品を紹介していきますので参考にしていただければ嬉しいです。私のチャンネルでは Steam をメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。